ダフネ始まって最高レベルの両イベントである FF コラボ。じゃあもう新人は FF コラボだけ回ってりゃいいって思うじゃん。全然そうはならねえんだわ。良くも悪くも、ダフネはちゃんとダフネしてくるんだわ。なんたってここはドリコムランド。昨日まで白だった仕様が、お知らせ1枚で黒にもなる。なんなら通知があるだけまだマシなレベルだぜ。法改正に国会もパブリックコメントも必要ねえ。メンテナンスのお知らせ1枚で即日施行。暴君ネロでも民への説明を促すレベルの統治速度だぜ。新人冒険者は何から始めるべきか。今回はそんな話をしていくぜ。つってももう結論は出てて、なんなら俺は俺のライブ配信で強くこれを推奨してるんだが、俺の動画見てる冒険者の全員が俺のライブ配信を見てるなんてことはねえからな。手を変え品を変え、ライブでもリアルボイスでもハムスター動画でも、積極的に発信していきたいと思うわけよ。で結論なんだが、今新人冒険者が回るなら FF コラボ。これは間違いない。ただしって注釈はつくんだけどな。良質な装備は落ちる。換金アイテムも溜まる。装備強化素材も掘れる。一つの到達点としてレリック装備も作れる。今のダフネで新人はどこで装備集めればいいって聞かれたら、かなりの範囲で俺は FF コラボを候補に挙げるぜ。ただし、新人冒険者ほど、FF コラボだけを回り続けるのはやめた方がいい。開始数十秒でアクセルとブレーキを同時に踏むような言動になっちまってすまん。でも今回の正解は多分マジでこれなんだわ。詳しく説明するから聞いていってくれよ。最近さ、ありがてえことにライブ配信で、グアルダ途中、レベル50くらいなんだけど装備どこで集めればいいとか、FF コラボのガラクタ、鋼装備しか出ないんだけど何を狙えばいいとか、始まりの奈落2周目なんだけど、メイン進めるのと FF 周回どっちを優先すればいいみたいな質問を結構いただくわけだよ。そりゃそうだよな。迷うよな。FF コラボは期間限定。だから今やらなきゃ損するような気持ちになるんだわ。けどその一方でメインストーリーを進めないと、レベル上限やら等級やら、いろんなものが先に進まねえ。新人冒険者の画面だけ常に二者択一。時間という有限のリソースに対してエグい一者選択を迫ってんだわ。限定イベントを回りますかメインストーリーを進めますかいや運営は両方やらせろよ。新人相手に揺さぶりをかけてきてんじゃねえ。なんならコラボ期間中はコラボに集中できるようなシステムにしとけよ。中途半端に両方要求してんじゃねえ。おかげで新人が困っちゃってるじゃねえか。改めて今回は、FF コラボ中の新人冒険者は、結局どこまでメインを進めて、どのタイミングでコラボを回ればいいのか。コラボ折り返しまで来たことで分かってきた損しないムーブってやつを、ダフネの歴だけは長いこの俺が、将来的に後悔しないことを優先して伝えていくぜ。まずはそうだな、今グアルダあたりを攻略してる途中。主人公のレベルで言えば50前後の冒険者から話していくんだけど、俺なら FF コラボを回るかな。っていうか今、グアルダで止まってるけど装備どこで集めればいいって聞かれたら、かなり強めに北線の幽霊城を候補に入れざるを得ねえぜ。もともとグアルダって奈落は、それまでの奈落やダンジョンとは打って変わって、いきなりこっちの持ち物検査を始めてくるような理不尽をかましてくるからな。俺たちが水路まで愛用してきたビチャビチャの装備でクソ熱い砂漠地帯まで出向いてやってるってのに、まず最初にしてくることが持ち券だと。これがグアルダの洗礼か。オート出身のアーバンボーイである俺がよほど憎いらしいな。それまでは言うほどの必要性に迫られなかった不死対策が必須レベルになってきた上、グアルダ序盤は高い回避を要求し、中盤以降はさらにそれを嘲笑うかのような回避ガン無視攻撃をぶっ放してくる敵もいるんだぜ。二重三重の構えで冒険者の魂を刈り取りに来てるじゃん。オート出身者を絶対に生きて返さねえってマインドがバシバシ伝わってくるぜ。そんな不条理という概念が奈落化し、運営がこれでもかってくらいに嫌がらせを詰め込んだダンジョンがグアルダ城塞なわけなんだけど、このグアルダへの明確なアンサーってレベルで効率よく装備を集められるのが FF コラボなんだわ。もちろんこれが唯一の正解ってわけじゃないぜ。それでも今現在進行形でグアルダに詰まってて、目の前には FF コラボという救済措置にも近いダンジョンがあり、しかも金やレリック装備までついでに集められる可能性があるってんなら、これを周回しない手はねえってことよ。コラボダンジョンである幽霊城は浜や光装備なんかもポロポロドロップしてくれてな。浜武器は鬱陶しいほど登場する不死系モンスターへの特攻として活躍してくれ、光防具は敵の闇属性攻撃への耐性がつくってわけだ。加えて幽霊城の旨味ってのは、装備だけにとどまらねえ。敵を倒して宝箱をカツアゲする冒険者のライフワークはもちろんのこと、コラボストーリーを進めてツルハシを持てるようになれば、幽霊城の外壁になぜかへばりついてる鉱石を採取することもできんだわ。そんでその採掘ポイントからは、各種鉄鉱石なんかの強化素材はもちろん、変造石、精錬石、換金アイテム、ウロボロス鉱石まで幅広くラインナップしてる上、
非常に低確率ながら、下級全変造石まで出現する可能性があるんだぜ。つまりは敵をボコって宝箱を奪いつつ、その道中でツルハシを振れば、ガチで一石二鳥なハクスラとなるわけよ。すげえじゃんダフネ運営。メリットがでかすぎて周回がはかどりまくるぜ。一周の中にどんだけの仕事詰め込んでくれるんだ？めちゃくちゃ面白いじゃん。冒険者として城を攻略しに来たはずなのに、敵をボコし、ガラクタを巻き上げ、マップ置きの宝箱を漁り、最後はツルハシ持って外壁を叩いてるんだぜ。これ新人とか中間層にとってはめちゃくちゃありがたいんじゃねえか？金も装備も功績も足りてねえ冒険者からしたら、何拾っても大体嬉しいじゃん。だからグアルダ途中あたりで装備に困ってるなら、っていうか攻略に困ってるなら、グアルダのイクシオン公爵にはまあもうちょっと現地で踏ん張ってもらって、俺たちは一旦 FF コラボで金を装備を稼がせてもらおうぜ。まあ貴族様なら多分大丈夫だろ。あと3週間くらい気合で耐えてみせろよ。そんで今回のコラボでもう一個、でかすぎて到底無視できねえ要素になってんのがレリック装備なんだよな。今回の FF コラボで素体を入手し、幽霊上の特定の敵を倒すことでドロップする素材で強化する強めの装備。俺はこれ、あんまりハクスラに時間を割けない冒険者とかにも、ある意味おすすめの装備だと思ってんだわ。ってのもさ、ダフネの装備集めってやつは、ガチでやろうとするとありえねえほど時間がかかるじゃん。高い品質、良質な追加後、そこまでやっても運ゲーな強化値。いくらやっても終わりはなく、上を見上げればキリがねえ。どこで妥協するかを判断しようにも、上積みの最前線冒険者がはるか高みに居すぎるせいで、どこを落としどころとすればいいのかもわからねえ。ちなみにこれは俺の過去動画でゴリゴリに妥協する考え方を紹介してるから参考にしてくれ。その点、今回のレリックは少なくとも、この装備を作って、この素材を集めて、段階的に強くしていくって目標が見えやすいんだわ。証、かけら、貨幣、プシュ系なんかを集めて強化していく仕組みで、その全てはこの FF コラボで手に入る。もちろん簡単とは言わねえよ。証とかけらだって普通に重い。運ゲー要素だってなくはない。けどそれでも、ある程度の周回で結構強い限定装備が手に入るんだぜ。それがただでさえ旨味がある幽霊上の周回で、ついでのように手に入るんなら、今はこれを周回しない手はないんじゃねえかな。とはいえその道のりも簡単ではねえ。素材集めの終盤になったら、新人救済って聞いてきたんですけどここ採掘奴隷収容所じゃないですか？なんて素朴な疑問を感じちまう新人冒険者だって出てくる可能性はある。でもな、それでも俺はこのレリック装備を勧めるぜ。このレリックが現行の最強装備ってわけじゃねえ。上には上がいるし、相当仕上がってる冒険者なら、レリックをはるかに上回る性能の武器を持ってるだろうよ。でもそれは、新人が今からちょっと頑張ったくらいじゃ到底追いつけねえほどの金や時間を注いだ結果なんだわ。レリックは最強じゃねえ。最強ではねえが、攻略には不自由しないレベルの性能って目線で見れば確かに十分で、それが新人の今このタイミングで入手できるってことに意味があるんだわ。いわばこの後の攻略における加速装置。最強ではないが、最高クラスの性能ではあると言っていいはずなんだよ。右も左もわからねえ新人じゃ、ドロップした装備の良し悪しだって判断できないかもしれねえ。でもそんな時、レリック装備という強化の方向性が定まってる武器があるおかげで、とりあえずこれ育てておけばいいって安心に繋がると思うんだわ。何を強くしたらいいかわからない時期ってのは、途中から始めたスマホゲーで一番しんどいからな。レベルを上げろ。装備を集めろ。スキルを上げろ。等級試験をやれ。言ってることはまあ正しいんだろう。アドバイスとして的外れではないんだろう。でもやっぱり新人にはわからねえ。優先順位すら決められねえ。だからこそそんな中で、とりあえずこのレリックを育てろっていう一本の柱があることは、新人冒険者の精神的にも大きな救いになるんじゃねえのかな。だから俺はな、今回のコラボを単なる FF ファン向けイベントというより、今まで装備集めで苦労してた冒険者に、別ルートの階段を一本増やしたイベントだとも思ってんだわ。最前線までエレベーターで連れてってくれるわけじゃない。そこまでの楽はできねえ。でも今までサスケを彷彿とさせる絶壁だった部分に、ちょっと雑ではあるけど脚立を置いてくれたんだわ。そのくらいの救済。それくらいの塩梅。悪くねえ。ベテランのこれまでの積み重ねを否定せず、それでいて初心者には特に嬉しい武器を置いてきたわけか。俺はこれをちゃんと評価したいぜ。途中でトロップ率とか絞らなきゃな。で、ここまで聞くと、じゃあもう新人は FF コラボだけ回ってりゃいいじゃんって思うだろ？そうはならないんだわ。良くも悪くも、ここでダフネがちゃんとダフネしてくるんだわ。10秒くらい前にちょっと褒めたけど、お前らここがどこだか忘れたのか？ここはドリコムランド。昨日まで白だった仕様が、お知らせ1枚で黒にもなる。なんなら通知があるだけまだマシなレベルだぜ。法改正に国会もパブリックコメントも必要ねえ。
メンテナンスのお知らせ1枚で即日施行だぜ。暴君ネロでも民への説明を促すレベルの統治速度。ここに冒険者の人権なんてあるわけねえよな。そして今回も、新人にとってかなりうまい狩り場を用意してくれたと思ったら、そのうまさを最大限受け取れる条件が、また微妙にわかりづらいんだわ。褒美は置いてある。ただし箱の開け方は自分で検証してくださいってか？っていうのもこの幽霊上、ユーザーの進捗状況なんかでドロップアイテムに大きな違いがあるみたいなんだわ。この辺は公式が全然説明してなくて、どういう条件を達成すればドロップアイテムの質が良くなるのか完全解明されてるわけじゃねえんだけど、俺の動画を見に来てくれている様々な視聴者さんからのコメントから考えるに、主人公のレベル、主人公の等級、導きの明かりの数、ギルドで受注できるサブクエストのクリア数。このあたりがそれぞれ達成条件になっていて、どれか一つのボーダーを超えればいいとかじゃなく、どれも一定のところまで持っていく必要があるっぽいんだよな。実際の報告としても、イスベルク到達で証とかけらはマックスである5個ドロップするとか、グアルダクリアで主人公のレベルが50でも証とかけらが5個だったとか、交易水路未クリアだと3個しか落ちなかったとか、サブクエスト進めて導きの明かりを増やしたら落ちるようになったとか、いろんなきっかけで幽霊上のドロップが良くなったって声があるんだわ。そういう事情もあるから、俺がここで真実はこれですなんていうことはできねえ。できねえんだが、それでも条件はふんわり分かってきた。ドロップするアイテムやガラクタの種類がしょぼいなら、数がそんなに落ちねえなら、意地になって幽霊上を周回し続ける必要はない。時間がもったいねえってやつもいるだろう。その気持ちは痛いほどわかる。けど一度腰を据えて、メインストーリーやギルドでのサブクエストをしっかりクリアし、各種条件が整ったというタイミングでまた幽霊上に挑戦しようぜ。じゃあ実際に幽霊上を周回するならどこを回ればいいのか。これはそれぞれのパーティー戦力によって最適と言える狩り場は変わるから一概には言えねえが、それでもあえて最高効率と言わせてもらうなら、ガラクタと鉱石を目標とするなら4区、レリック素材を目標とするなら5区かな。まずは4区。ここはすげえシンプルだな。やり方としてはハーケンで幽霊城の3区に入り、そのまま4区に歩いて移動。そんで4区の入り口とその隣の部屋にある宝箱を回収し、鉱石をいただく。敵との接触も最小限で周回できるから、あまり戦力が整ってない冒険者でも実践できる方法なんじゃねえかな。そんでレリック素材が目的なら5区。ここはマップ下の左右の大部屋で、デーモン8体が編成された敵とエンカウントできるんだが、こいつは結構な確率で金の宝箱をドロップし、その金の宝箱からはレリック素材で一番不足しがちになる。証とかけらがドロップするんだわ。まあいずれも確率でのドロップな上、5区の敵はマジで強え。8体編成デーモンももちろん強いし、このデーモンのシンボルは通常の敵と同じようなモヤモヤだから、こいつをピンポイントで狙うこともちょっと難しい。ピンポイントで狙えたとしても、後ろの雑魚敵から援護射撃されちまうから、相当に仕上がったパーティーじゃねえと返り討ちにされちまう。加えてドロップする証とかけらは探検か盾に限定されてんだよな。それでもこの8体デーモンをおすすめするには理由があってな。まずレリック素材の証とかけらは、NM というデーモンのシンボルで突っ立ってる敵を倒すことでも手に入るんだが、そのデーモンの出現はランダムな上、ガチって探しても結構出てこねえ。出てきたとしてもそいつから金の宝箱が出るかはランダムだし、金の宝箱が出たとしてもレリック素材が落ちるかはさらにランダム。だったら最初から確定で出現する8体デーモンを倒した方が、めんどくせえランダム要素を一つスキップできるって理屈なんだよな。探検や盾の素材しか出ないのはデメリットではあるが、それも交易商を使えば好きな素材に変換できるし、言うほど致命的な問題にはならねえよ。だから俺は、あくまでも最高効率を求めるのであれば、ガラクタと鉱石は4区、レリック素材なら5区を進めてるんだが、これは何も、そこを周回できなきゃ意味がないってわけじゃねえ。そんなクソみてえな足切りで新人冒険者を積むようなことはしねえ。5区と4区はあくまでも最高効率を求めるベテランのための周回スポット。1区から3区でも周回はできる。これは間違いねえ。もちろん効率は落ちるだろうが、それはイベントに参加できないってことではねえ。最適解じゃない場所を回るのは損みたいな考え方もする必要はねえ。始めたばっかの人間が、最前線の効率で動けるわけないんだからな。だから4区を回れるなら4区。それが難しいなら3区、2区、1区。自分が安定して回れる場所で楽しめればいいじゃねえか。宝箱だけでもいい。ガラクタだけでもいい。イベントを進めてツルハシが使えるようになったら採掘も混ぜる。そんで拾ったガラクタを復元し、採掘した強化素材で武器を作り、強くなったらまた奥へ。今はこれでいいんだよ。これで十分うまいんだよ。
2年前からダフネを周回してきたベテラン冒険者を真似しようとするな。あれはドリコムランドに住民寮を移し、寝ても覚めても奈落に潜り続けてきたアビスウォーカーだ。まずは足元を見て、楽しめる場所から楽しめばいいんだよ。それが面白いんじゃねえか。いきなり魔王城の前に転送されてもやることねえだろ。最終的な到達点として目指すのはいいが、そうなれないからって無意味になるわけじゃねえ。RPG は序盤が一番面白いだろ。楽しんでいこうぜ。色々話したが、俺が一番運営に言いたいところはこれかもしんねえ。こういう条件に関しては、もうちょい説明してくんねえかな。すべての情報を開示しろってわけじゃないけどさ、期間限定のコラボイベントで、それをがっつり楽しむにはメインストーリーをどのあたりまで進めればいいのか。証やかけらが、プレイヤーの進行状況でどう変わるのか。これは本当に RPG の発見と言えるのか。コラボが始まって3週間経過した今でも、その条件ははっきりと分かってねえ。メインストーリーなのか、主人公レベルなのか、もっと別の進行状況まで見てるのか。なんならこれ、YouTube 配信者や攻略サイト同士ですら、完全に答えが揃ってねえんだぜ。こんなもん新人にわかるわけねえだろ。せめてメインストーリーの進行状況によって一部報酬の獲得状況が変化しますとか、クリアしたサブクエストの数によってドロップアイテムが増加しますとか、そんくらいの注意書きはあっていいんじゃねえのか。現状の仕様だと、条件を達成してないのか、新人のリアルラックが足りないのか、それさえ判別できねえんだわ。とはいえまあ、そん中でも一つ安心できることがあるとすれば、今回の北線の幽霊城、これはコラボ終了と同時に消滅するわけじゃない。先日公式の X から、ノーザンフォロー村と幽霊城はコラボ終了後も残ると発表されてんだわ。よかった。俺たちのバトルシティは終わらねえらしいじゃん。とはいえ、じゃあ別に今やらなくていいのかというとそうでもねえ。コラボ終了後は、敵、宝箱、ガラクタ、採掘なんかのバランスが変更され、交易商との取引も終了する。さらにはレリックの最短素材は今より集めにくくなると明言もされてるからな。要するに、今やらなきゃレリックが二度と取れないぞって新人を煽る必要はない。そこまで焦らなくていい。でも逆に、幽霊城残るなら後でいいじゃんって放置していいかっていうとそうじゃねえ。今の方が稼ぎやすいって部分は多分間違いないんだ。今できるところまではやっとこうぜ。で、問題は新人がどこまで FF コラボをやって、どこでメインストーリーに戻るかって話だよな。俺ならめちゃくちゃ単純に考えてみる。まず始まりの奈落あたりにいる冒険者。主人公のレベルは20とかで、まだメインストーリーがつまらず普通に進む場合だな。この辺なら俺はまず、メインストーリーを進めるかな。FF コラボをやるなって意味じゃないぜ。コラボの報酬は取る。自分が安定して回れるところを回ってガラクタを拾う。でもそこで何日も滞在はしねえ。特に証やかけらが全然出ないからって、そこで意地になって無限周回なんてする必要はない。進行状況によって獲得状況が変わる可能性がある以上、コラボを最大限楽しむためにはコラボの外に出る必要もあるんだわ。一旦はメインを進める。そして敵が強くなってきた。装備が足りない。ボス戦の度に誰かやられる。こういう状況になったらまた FF コラボに戻ればいい。そんでまた敵をボコり、装備を拾い、ツルハシが使えるなら鉱石も掘る。レリックも進められるところまで進めつつ、戦力が上がったらまたメインへ帰る。これでいい。交易水路あたりまで来てるなら、幽霊城の奥まで行けないからって焦る必要もねえ。まずは自分が安定して回れる場所。そこで装備を更新して、強くなったら次へ行く。これで十分強くなれるんじゃねえかな。そんでグアルダ攻略中の冒険者。ここまで来たら、俺なら FF コラボの比重をかなり上げるかな。浜や光装備なんかを狙えることもあって、グアルダ攻略用の装備更新とコラボ周回を同時に進められるのはメリットだぜ。そこで装備を集めて、もう一回グアルダに殴り込みに行けばいい。バチバチに強化した浜武器と光防具で無双してやろうぜ。イスベルクまで到達してるけど、普通のハクスラ周回はまだきつい。そんな冒険者にもレリックは使える武器なんじゃねえかな。もちろん最終的に装備を極めるなら、いつまでも通常のハクスラから逃げ続けることはできねえよ。でも本格的なハクスラに行くための足場として、先にレリックで戦力を作る。これはかなり効果的なんじゃねえかな。だから結局、新人はメインと FF コラボ、どっちを優先すればいいって聞かれたら、俺の答えは、メインが進むならメイン。詰まったら FF。強くなったらまたメイン。ある程度進んだらそっから FF 周回。これなんじゃねえかな。どっちか片方を選ぶ必要はねえ。っていうか新人はそんなに偏れねえ。今回の FF コラボってのは、新人にとって独立した別コンテンツというより、メイン攻略の途中にある補給基地。それくらいで考えるとわかりやすいと思うぜ。昨日勝てなかったからって嘆く必要はねえ。明日殴り倒せやそれでいいんだよ。FF コラボは新人ほど使った方がいい。
この意見自体は今でも変わらねえ。ここは本当に間違いねえ。ガラクタ、レリック、採掘、金策。今の期間中だからこそ取りやすいものがあるんだわ。だから今できる範囲までは今やっとけ。でも自分の進行状況がネックになって、まともに報酬が伸びないってんなら、無理してそこで周回する必要はねえ。一回メインへ行け。そんで強くなって帰ってこい。どうやら幽霊城は逃げないらしいからな。期間を過ぎると見返りは少なくなるらしいが。そんで運営。今回のコラボこれ自体は、俺は新人救済としてかなり素直に評価してるよ。最前線まで行ってない冒険者にも装備更新の場所があって、レリックっていうわかりやすい目標もある。だからこそ頼むよ。新人が自分の進行度で何を狙えるのか、その物差しくらいは渡してやってくれ。参加条件がわからないままコラボの入り口で終わりのないハクスラをさせることに、俺は意味を見出せねえんだわ。随分長くなっちまったな。色々言ったが言いたいことは本当にシンプルなんだ。メインで詰まったら FF コラボに来い。FF コラボで伸びなくなったらメインへ帰れ。そしてまた詰まったら戻ってこい。せっかくのコラボだぜ。新人も子さんも、自分が今持って帰れる旨味だけは、しっかり持って帰ろうじゃねえか。